ちょっとここにカタツムリがいる場合はカタツムリも外しちゃってください。ピ空でしたね。整備士重信、これで整備業界をぶっ壊す整備士重信です。今回はですね、フロントタイヤの交換をしていきたいと思います。簡単にですね、こう車種紹介をさせていただきますね。こちらですね、中国産ズーマー風のトライクです。なかなか珍しいですよね。これのいいところなんですけども、これなんとですね、150cc のオートマなんですね。スクーター状態なんですよ。ノーヘルかつ、普通免許のみで、しかも二欠で高速走れるっていう代物です。ちょっとね、乗ってみるとわかるんですけど、すごい怖いんで、すごいブレるし、高速域すごいブレるし、これでノーヘル高速乗ったら多分死ぬなっていう感じがしますね。で、ちょっとこれ見てもらいたいのが、これ実はですね、フロントにですね、リアタイヤ入ってるんですよ。溝があるから結構大丈夫じゃんと思うじゃないですか。実はフロントタイヤとリアタイヤって結構違いがありましてですね、これちょっと見てもらうと分かりやすいですね。今度交換するタイヤですね。これメーカーとかパターンとかにもですね、ちょっと差があると思うんですけども、基本的にフロントタイヤっていうのは真ん中に溝が来てるんですよ。こちらよく見てもらうと真ん中中央溝がないんですよね。そもそもリアタイヤ用って構造はちょっと違うのでブレやすいんですよ。なんで今回はちゃんとフロントタイヤ用の組み付けていきたいと思っております。所要時間なんですが、僕がするとしたらば多分30分もあればまた組み付け戻せると思うんですよね。慣れていない方がやるとですね、1時間多めに見ておけば終わるんじゃないのかなと思っております。で、工賃なんですがだいたい3000円ぐらい。できる方チャレンジしてみてください。まずキャリパー外しちゃいます。はい、キャリパー外せました。ちょっとここにカタツムリがいる場合はカタツムリも外しちゃってください。空でしたね。はい、そしたらですね、まずセンターのボルトナットを緩ませていきましょう。よっ、緩める際はどれぐらいの力でこう緩めたっていうのを覚えておいてください。はい、緩めていきます。こっち側はもうナット取っちゃってもいいと思いますね。で、次は、ジャッキアップしますね。抜いていきます。これが結構腐食してたりするものだとめちゃくちゃ硬い場合があるんで、こちらが抜くときに、ボルトをですね少し回しながらこうやって揺すりながら引っ張っていくといいと思いますね。よいしょ。はい、シャフトが抜けました。はい、でカラー2つですね。はい、そうするともうタイヤが外せてしまいます。ホイール自体が合わせホイールなんですよ。で、合わせホイールって何かっていうと、2枚の、プレートフェイスをですねボルトで固定するっていうだけのホイールになっております。なので取り外しが非常に簡単なんですよね。で、交換方法としてはこちらボルトが止まってるのでまずこれを全部外していきますね。はい、まずはこちらですね、ブレーキのベースを外しました。続いてこの、合わせホイールをばらしていきます。はい、一応注意なんですけども、これ外した時に、向きですね、向きを間違えないようにしてください。今回こういう風に当ててあったこれ跡があるんで、こちらボルトだけって向きがあるんで、そこは注意してくださいね。はい、じゃあ緩めていきます。はい、すべての、ボルトを外し終えました。それではこれを外していきます。よいしょ。おー、こんな感じですね。結構シンプルですよね。こんな感じでホイールがついております。はい、こんな感じですね。外したタイヤと、シビロタイヤ並べてみますね。ついていたタイヤが140の70の12っていう感じですね、サイズが。で、今度入れるタイヤが120の80の12っていうサイズですね。なんで今度は少しフロントが細くなるんですね。2センチほど細くなるんですけど、パッと見大体似たような感じのサイズ感ですよね。で、外形も大体同じような感じのものを選びました。今までがちょっとこの幅に比べて少し太かったんですよね。で、これもやっぱり少し横にブレやすい構造になってしまうんですよ。ここからタイヤがボコンって出るような形なんで、それを少しスマートにさせて直進性を高めたって感じになります。それでは、つける前に、まずちょっとこれ汚いんで少し清掃していきますね。一
一応これ綺麗にし終わったんですけども、これが組み付ける前にですね、元の状態が悪いというか、合わせホイールの悪い点として素材が結構簡易的に作られてるので、曲がったりとかバリとかそういうのが出やすいんですよね。なので、そういうところを少しだけ補修します。やっぱり内側チューブを使うんで、チューブが擦れたあった時にですね、傷がつかないようにこういうバリみたいなのとかあるんで、腐食とかそういうのもあるんで、そこをちょっと削っていきますね。それではですね、こちらタイヤを組み付けていきたいと思います。その前にエアーを中に少し入れておかなくちゃいけないんですよ。こんな感じですね。で、あとは、ホイール